俺は自分で言うのもなんだが、俺は有名進学校に進み、一流大学を一発合格したエリートだった。大学卒業後は難なく大企業の総合職として入社し、営業部に配属された俺は、期待の新人として会社から見られていた。そして、その期待に応えるように入社してすぐ、俺はトップの営業成績を取ったのである。自分は常に周りの人間よりも優秀でいるのが当たり前、そういった道を歩んできた。しかし、俺は社会に出て初めての挫折を味わうことになる。どういうことか、年々俺の営業成績は落ちていったのだ。別に仕事に手を抜いていたわけでもなく、常に全力を注いでいた。俺は焦った。そして入社3年目、俺はとうとう同期の中で最下位となってしまったのである。その頃から俺は上司の坪本部長に怒られるようになった。しかも朝礼の際にわざわざみんなの前に呼び出して俺をなじるように説教を垂れるのである。いい大学出てても全く使えない奴がいるんだな。おい。プライドの高い俺にとってそれは屈辱以外の何者でもなかった。さらに俺の最下位の成績が続くと坪本部長は俺に新たなルールを課したのだ。おい、鈴木。今月から月間成績最下位だった奴はトイレ掃除をさせることにした。そんな、なんで私が。当たり前だろ。会社に営業成績で貢献できない奴は他の方法で貢献してもらわなきゃならん。俺は悔しさのあまり爪が白くなるほど強く拳を握りしめた。なんだ、プルプル肩震わせて、一丁前に恥ずかしがってるのか。お前のそんな安いプライドなんざさっさと捨てちまえ。こうして俺は自分の仕事以外にさらに罰としてトイレ掃除をさせられることになったのである。しかし部長の俺に対していじめに近い説教と罰は続いた。朝礼で恥ずかしめるように呼び出され、叱られ、さらに女性事務を差し置いて俺に来客のお茶汲み、得意先への茶菓子の買い出し、まるでパシリのように扱われ続けたのだ。俺は人生最大の屈辱をバネに営業成績を上げようと人一倍努力をした。しかし、どんなにあがいても俺の営業成績は一向に上がらなかったのである。そして会社内にそんな俺を助けてくれる人は誰もいなかった。考えてみたら当たり前だ。周囲よりも俺が優れているという態度で生きてきた俺を笑うことこそすれ、助けるなんて物好きはいないだろう。学生時代からそうだったが、俺は人付き合いが苦手で、友人同士で騒いでいる人たちは優秀じゃないから群れているのだ。と、どこか見下していたのだ。どう見ても好かれる要素は一つもなかった。そんなある日、いつものように朝礼に参加していると、坪本部長が一人の男性を連れてきた。今日からここで働く藤沼です。よろしくお願いします。そう挨拶する藤沼さんは、60歳を少し超えた定年間際の男性だった。そうなると、ほぼ坪本部長と年が変わらない。人は良さそうだが、見るからに線が細く、お世辞にも仕事のできるタイプには見えなかった。俺は内心、これでビリを脱却できると安心してしまった。しかし、坪本部長が思いもよらないことを言ってきたのだ。ああ、そうだ鈴木。お前が今日からこの新人の教育係だ。新人の成績も上がらなかったら、
お前の雑務を増やすからな。連帯責任で取り掛かれよ。なんで俺ばかりがこんな目に遭うんだ、と呪いたくなった。鈴木さん、今日からよろしくお願いします。柔和に挨拶をしてくる藤沼さんを見て、俺は頭を抱えたくなった。しかし、任された仕事だと割り切り、一通り、俺は藤沼さんに仕事の流れを教えた。そして、藤沼さんが帰った後、俺は罰であるトイレ掃除の作業をやる。当たり前だが、そんな日々は、俺の営業時間をどんどん削っていき、それゆえ成績が上がるはずもない、という負のスパイラルに陥っていた。それでいて、藤沼さんの成績も上げなければならない。俺は、暗淡たる気持ちでいつものトイレ掃除をしていた。すると、とっくに記者時間が過ぎているのに、藤沼さんが声をかけてきたのだ。あれ、鈴木さん、なんでトイレ掃除やられてるんですか？いや、これは最下位の人の罰だから。俺の仕事の時間が奪われたのはお前のせいでもあるんだ。と、喉元まで出かかったが、さすがに八つ当たりだと思い、自粛した。私もトイレ掃除手伝いますよ。なに、二人でやった方が早く終わりますよ。なんというか、藤沼さんは不思議な人だった。おかげで、俺の毒気は抜かれてしまった。藤沼さんは嫌味がなく、人の懐にスッと入っていける人で、すぐに会社にも溶け込んでいた。藤沼さんが入社してからまだ1週間も経っていないのに、一緒に外回り営業に行くときなど、他の部署の人や受付の人たちからも藤沼さんは挨拶をされていたのだ。もちろん、藤沼さんは営業部の同僚たちともすぐに馴染んでいた。しかし、どんなにみんなで談笑している時でも、俺が営業から会社に戻ってくると、藤沼さんは声をかけてきたのだ。あ、鈴木さん、お疲れ様です。お帰りなさい。俺が帰ってきても、誰も見向きもしない中、藤沼さんだけは、毎回俺に挨拶をしてくれた。俺は自分の営業、藤沼さんの教育、罰の雑務、ルーティーンのような日々を過ごしていた。そして、そろそろ藤沼さんも一人で営業に回さなければいけないな、と考えていたある日、事態が急変するような出来事が起こった。ある日の朝礼で、俺と藤沼さんは、坪本部長に呼び出されたのである。おい、鈴木、次の四半期決算。二人で去年の営業利益1割を超えなきゃ、二人とも支店への配置換えにするからな。え？本社から支店への配置換え。それは事実上降格の最後通達に他ならなかった。理不尽に思えた反面、しかし俺はずっと営業成績も上がらず最下位だったのだ。そう思うと、ここまで本社配属で抱えてもらったのは幸運だったのかもしれない。受け入れるしかなかった。それでも、藤沼さんはまだ入社して日も浅いし、年齢も年齢だから。何言ってるんだ。最初に言ったろ。連帯責任だって。藤沼さんは俺のせいで巻き込まれたようなもんだ。60歳を超えて支店に飛ばされたら、きっともう本社に戻ってくることはできないだろう。俺は朝礼が終わった後に藤沼さんに謝った。俺のせいで坪本部長に目をつけられて巻き込んでしまったことを。藤沼さんは笑顔で言ってくれた。気にしていませんよ。それより一緒に頑張って見返してやりましょうよ。おそらく藤沼さんはまだ分かっていないんだ。二人で営業利益の1割なんて数字がどれほど大変なことであるのか。しかし、確かに少しでも目標に近づくためには動くしかない。と、俺は動いた。それから俺は必死に営業を頑張った。営業先のデータを綿密に調べ上げて、
相手にデメリットを解いた上で、うちの商品を購入するメリットを訴えた。今まで以上に徹底的に理詰めで営業していったのだ。しかし、ほとんどの営業は失敗に終わり、会社に貢献できる数字は取れなかった。なんで買わないんだ。わざわざ現状のデメリットまで丁寧に伝えてやったのに。絶対にうちの商品を買った方があの会社にとっても利益になり、お互いウィンウィンのはずなんだ。この時、藤沼さんが心配そうに俺を見ていたことに、俺は気づかなかった。そして、決算会議まで残り1ヶ月を切った頃、俺はもう半ば諦めていた。打てる手は尽くした。いつものように記者時間が過ぎてからトイレ掃除をしている時、藤沼さんに話しかけた。藤沼さん、すまないな。多分もう部長に言われたノルマを達成するのは無理だ。しかし藤沼さんは、いえ、まだわかりませんよ。と諦めていない様子だった。俺はそんな無責任なセリフを聞いて軽い苛立ちを覚えた。入社数ヶ月の新人が、しかもろくに成績も伸ばせない年寄りが何を知ったようなことを言うんだ、と。入社してたった数ヶ月しかいないから、あんたにはわからないんだよ。俺は語気を強めて言ってしまった。しかし、藤沼さんは臆することなく、柔和な表情で俺に話しかけてきたのだ。はい、たった数ヶ月しか経っていません。でも、鈴木さん、たった数ヶ月ですけれども、あなたのもとで色々と教わりました。私は、あなたが誇りを持って仕事をしていらっしゃることを知っています。俺は皮肉を言われているような気がした。あんたも部長みたいに俺をプライドの高いやつだって説教したいのかよ。すると鈴木さんは優しく諭すように笑った。いいえ、その逆です。誇りを持つことはとっても大事だと思います。誇りを持って仕事をすることはそれだけ真剣に仕事に向き合っている証拠ですから。しかし、続けていつになく真剣な眼差しをした藤沼さんは言葉を続けた。ただし、それは仕事に対してだけです。何が言いたいんだ。鈴木さんは本当に優秀な方だと思います。営業においても細かな分析力や説明能力を持っています。それにトイレ掃除でも雑務でも一切手を抜かずに仕事していたことをこの数ヶ月私は一番近くで見てきました。当たり前だ。なのに周りがそれを理解してないから。遮るように鈴木さんは続けた。しかし、どんな誇りでもそれはご自身のために持ってしまってはいけません。それはプライドとは呼ばず、単なる見栄となります。その一言に俺はハッとした。そこだけは履き違えてはいけません。新人のはずなのに、なぜか藤沼さんからは貫禄のようなものを感じた。そして、誇りある仕事のためには、時にプライドを捨てる時も必要なんです。そう言うと、藤沼さんは営業部に戻った。そして突然、みんなに頭を下げたのである。すみません。どなたか我々に力を貸していただけないでしょうか。私たちはどうしてもノルマを達成したいんです。もちろん、朝礼の顛末を知っているから、みんな事情はわかっている。俺にはみんなの気持ちが手に取るようにわかった。藤沼さんに手を貸すのはいいが、俺を助けることになるのは気に入らない、ということだ。みんなも少し動揺していた。俺は、先ほど藤沼さんに言われたプライドと見栄の話を思い出していた。守らなければならないのは果たして俺のプライドか？いいや、優先すべきことは藤沼さんと一緒にノルマを達成することだ。今まで俺が悪かった。俺は気がついたらみんなの前で頭を下げていた。俺は今までの態度のことを必死で謝った。その上で
おこがましいが力を貸してほしいと。一瞬の静寂が俺にとっては経験したことのない恐怖だった。すると横から藤沼さんの声が聞こえてきた。私からも何卒お願いします。一緒に頭を下げてくれる人がいて、俺は一人じゃないと思えた。すると同期の一人が営業資料を片手に俺の目の前に出してきた。担当の変更は後で俺から伝えておく。これ取れたら1500万円の案件だからな。失敗すんなよ。それを皮切りに同僚たちが営業先の資料をたくさん持ってきてくれた。ここ少額だけど契約取りやすいぜ。落とすなよ。この取引先の社長、野球好きだからな。まあ確かに今回の条件は部長もやりすぎだと思ってたしな。俺は涙が出そうになった。絶対無理だと思っていたのに、みんなが力を貸してくれたのだ。ありがとう。ありがとう。俺と藤沼さんはみんなに感謝を伝え、すぐさま営業に向かった。みんなのためにも絶対ノルマ達成して部長を見返してやりましょう。俺は強くうなずいた。そして営業先に向かう道中、藤沼さんが声をかけてきた。鈴木さん、一つだけ年寄りの助言だと思って聞いてください。どんな仕事でも人間相手と仕事をしているのは変わらないんです。最後はやっぱりその人からなら買ってもいいと思われないといけないと思います。俺は理詰めで営業していたが、正論を振りかざすのは時に高圧的にも思われてしまうことを知った。まして俺の場合は悪気はないとはいえ、無意識に周りを見下していたから、それは如実に相手に伝わっていたのだろう。しかしここでふと疑問に思った。なんで藤沼さんはここまで的確に俺にアドバイスをすることができるのだろうか。では肩の力を抜いていきましょう。今の鈴木さんなら大丈夫です。私も全力でフォローに回りますから。しかし藤沼さんの一言で、今はとにかく目の前の営業を成功させることだけに集中しようと気持ちを切り替えた。そして俺たちは次々に結果を残していった。俺も理詰めではなく、最後は自分の言葉で話すようにした。藤沼さんのように人と人の会話を尊重したのだ。こうして四半期決算で俺たちは二人で1割以上の成績を収めることができ、営業部の売り上げは前年比 250% を記録したのである。俺たちは社長から表彰されることになったが、俺は営業チームのおかげだと言って断った。昔の俺なら考えられなかっただろう。営業成績が出た後、坪本部長が俺に声をかけてきた。鈴木、やればできるじゃねえか。坪本部長はいつもと変わらない大きな声で俺の背中をバシバシ叩いてきた。そしてそのまま藤沼さんにも声をかけたのである。藤沼、お前もよくサポートしてくれた。お前をこの会社に呼んで正解だったぞ。いや、坪本、なんだあのノルマは。無理難題、ふっかけすぎだろ。お前と鈴木ならできると思ったんだ。がはっは。本当に不器用な男だな。二人の慣れた様子に俺は驚いた。藤沼さん、あんた一体。藤沼さんがやっと聞いてくださいましたね。というような満面の笑みで振り返った。話を聞くと藤沼さんは元ベンチャー企業の超やり手営業マンだったそうだ。俺は自分のことで頭がいっぱいで、藤沼さんのことを一切知らないことに気づいた。普通に考えたら、うちのような大企業の営業で、何のキャリアもない60歳を超えた人が入れるはずもない。俺はそんなことに頭が回らないほど、周りが見えていなかったことを恥ずかしく思った。そしてさらに驚いた話があった。私と坪本は大学時代の親友なんですよ。
藤沼さんは坪本部長がどうしても育てたい奴がいると頼み込んできたため、この会社に入社してきたそうだ。坪本部長が育てたい男、それが俺のことだった。俺はてっきり坪本部長に目の敵にされていたと思ったのに。まあ、坪本は見ての通り不器用な男ですからね。やり方はいささか過激でしたが、鈴木さんが心配だったんだと思います。そんな俺たちの話を横で大きくうなずきながら聞いていた部長は、成長したな、鈴木。これからも頼むぞ。坪本部長が俺のためを思って、とはすぐに切り替えられなかったが、こういう男なのだ、と俺は思えた。正直、恨めしい気持ちは残っていたが、彼なりに俺を心配してくれていたという思いは伝わった。それから4年後、藤沼さんは定年退職で、最後のキャリアをうちの会社で終えていった。俺にとっては人生の師匠でもあり、目標であり、そして最大の戦友でもあった。ちなみに、坪本部長は定年後、再雇用で嘱託社員として今もなお会社に残り、今でもあの豪快な声で若手を叱咤激励していた。そして俺は、あれからずっと営業成績トップをキープし、営業部を導いて同期たちに恩返しできる立場になれた。そうなれたのも藤沼さんが俺に周囲の人たちへ感謝の気持ちを持つ大切さを気づかせてくれたからだ。年の差はあるが、今でも藤沼さんとはプライベートで付き合っていて大切な先輩であり友人だと俺は思っている。